人に見切りをつけるという決断は、時に大きな罪悪感を伴う。自分は冷たいのではないか、本当にこれでいいのだろうか。そんな思いが離れることをためらわせる。だが、本当に大切なのは、自分の心をすり減らしてまで関係を守ることではないはずだ。今回は日常で遭遇しやすく、しかし気づきにくい、縁を切るべき人間の特徴を12選紹介する。もしかすると、あなたの身近な人の中にも心をすり減らす存在がいるかもしれない。冷静に見極める目を持つことが、まず最初の一歩だ。1、適切な距離感を保てない人。人との距離感を調整できず、相手の気持ちや状況を無視して踏み込んでくる人がいる。例えば、休日はゆっくりしたいのにしつこく誘ってくる人。会話の中でプライベートに踏み込みすぎる人。相手が不快そうにしているサインをそれとなく示しても、気づかずに距離を詰めてくる。親密さは強制するものではなく、自然に生まれるものだ。それを理解できない人間は、無自覚のうちに支配的であり、知らない間にあなたの心を疲弊させるだろう。2、反省せず、被害者を演じる人。自分が明らかに悪い立場でも、どこかで、かわいそうな自分を演じようとする人がいる。謝罪の言葉を口にしていても、その裏には、でも私も傷ついた、誤解だった、という言い訳が潜んでいる。彼らは、心からの反省よりも、印象の回復を優先する。自分が悪者になりたくないのだ。だから、謝ってるようで謝っていないし、反省したようで自己弁護をしている。最終的には、自分も被害者だったという物語を作り出し、その物語の中であなたの怒りや悲しみはいつの間にか攻撃にすり替えられ、悪いのはあなたの方にされるだろう。3、八つ当たりしてくる人。自分の中にある不満やストレスを最も安全な相手にぶつけてくる人がいる。このような人間は他人を感情のゴミ箱にしていて、それがあなたであるならすぐに離れた方がいい。八つ当たりは一度でも許すと常習化する。最初は一時的なこと、きっと今だけと思うかもしれないが、やがてその人にとってあなたは都合の良い発散先になる。あなたが我慢するほど、相手はそれを受け入れられたと勘違いするだろう。4、場を和ませるふりをして他人を茶化す人。冗談だよ、本人も笑ってるじゃん。そう言いながら確実に誰かを傷つけている人がいる。その笑いの中心には常に誰かの痛みがある。軽口の中に悪意を隠す人間は一番たちが悪い。場を明るくしているようで、実際は自分の優位を守っているだけ。こういった笑いを使う人間は自分が攻撃的であることを自覚していないが、笑われた側は一生覚えている。5、悪気はないで済ませる人。悪気はなかった。そういえば何をしても許されると思っている。悪気がないという言葉の裏には、自分は悪くないという自分を正当化したい心理がある。つまり、相手の痛みを理解する気がない。そんなつもりじゃなかった。冗談だよ。その軽さが人を深く傷つけることを知らない。本当に悪気がないなら、相手を傷つけたと気づいた瞬間に震えるほど後悔するはずだ。それがないのは単に鈍いのではなく、想像力も思いやりも欠けている無神経な人間だということ。悪気がない人間は無自覚のまま他人を壊す。だからあなたが優しさで許す必要はない。
6、常にマウントを取ろうとする人。何を話しても自分の方が上だと示したがる。自分も昔そうだったと言って話の主役を奪う。こういう人間は会話を競技だと思っている。あなたの話は自慢に聞こえ、自分の話は教えだと思っているのだ。自慢に見せかけた比較、アドバイスに見せかけた否定、そうした言葉の裏には劣等感が隠れている。マウントを取る人間は自分を保つために他人を下げる。関わるほどこちらの自尊心が削られていく。勝ち負けでしか人と関われない人間に真の対話はない。7、罪悪感でコントロールしてくる人。あなたのためを思ってと言いながら、心の中に罪悪感や後ろめたさを植え付けて相手を縛る人がいる。それは優しさに見せかけた支配で、実際はあなたを自分の枠に閉じ込めようとしているだけ。相手を責めているつもりはないと装いながら、私がこんなにしてあげたのに冷たいよねと言葉で縛り付けてくる。そして優しい人ほどこうした操作に気づけない。気づいた時には相手の期待の中でしか生きられなくなっている。罪悪感を使う人間はあなたの良心を利用して自分の都合を通そうとするだろう。8、自分をあなたの理解者と名乗る人。自分だけはあなたを分かっている。そういう人間ほどあなたを理解していないし危険である。それは理解ではなくただの所有欲だ。相手の内面を分かった気になっている人はあなたの行動や感情をコントロールしたいだけ。本当の理解者はあなたを理解したなんて軽い言葉を口にできない。本当にあなたを思う人はあなたを分からないまま尊重するのだ。9、察してを強要する人。言わなくてもわかるでしょう。なんでわかってくれないのという人は自分の感情を整理できていないか相手を操作したいかのどちらかだ。察してもらえなければ怒り、察しすぎれば図に乗る。それはもはや対話ではなく心理ゲームである。思いやりは相手を試す道具ではない。察してという要求は関係を歪める最短の言葉だ。その要求に応え続けるとあなたはいつか壊れるだろう。10、恩を貸し見返る人。誰かに助けられることは感謝すべきことだが、恩が貸しに変わった瞬間、それは毒になる。前に助けたよね、あの時世話したじゃないかと言い出す人間は感謝を支配の道具にしている。見返りを要求する時点でそれは取引であり情ではない。恩を武器にする人と関わるといつの間にか借りを返す人生を生きることになるだろう。11、約束や言葉に責任を持たない人。忘れてた、タイミングが悪かった、言ったけどそういう意味じゃない。言葉を軽く扱う人は信頼を損なうことの重さを知らない。約束を守らない人はあなたとの関係も守らない。言葉を信じるたびに裏切られる。口だけの人間と関わるほど自分の時間が無駄になっていく。軽い言葉で生きる人とは軽い関係しか築けないだろう。12、あなたの成長を妨げる人。あなたが目標に向かって挑戦をしようとすると、やめとけ、どうせお前には無理だと言ってくる人がいる。心配しているようで実はあなたの変化を恐れている。あなたが成長すると自分が置き去りにされる気がするのだ。変わろうとする人を止める者は大抵自分が変われない人である。悪意ではなく保身。それが一番厄介だ。近い関係ほど
その言葉を疑えなくなる。あなたの成長を止める言葉が優しさの形をしていても、中身が恐れや支配でできているなら、それは猛毒である。本当にあなたを思う人なら背中を押してくれるだろう。人は皆誰かとの関係の中で生きている。けれど時に離れることもまた誠実さの一つだ。無理をして笑う関係よりも静かに距離を取れる勇気の方がずっと健全である。縁を切ることは冷たさではない。それは自分を守るための静かな選択だ。あなたの時間と心をすり減らす関係があるなら、その先に本当に成長や安らぎがあるのか、一度立ち止まって見つめ直してほしい。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。